皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国製の新型コロナウイルスに対するワクチン、その有効率についての話をしようと思います。現在、世界各国では新型コロナウイルスの被害が広がっていて、そのワクチンというものも注目されています。その先頭に立っているメーカーとして私たちがニュースなどで聞くのは、アメリカのメーカーであるファイザーやモデルナ、そしてイギリスのアストラゼネカ、ドイツのビオンテックという会社の名前などが報じられています。しかし、こうした欧米の動きに対して、いやいや、我々の国の技術力は非常に高いんだということをアピールするかのように、ロシアではスプートニク V が世界初のコロナワクチンだということを表明していたり、中国共産党も我が国にはワクチンを開発する力があるということを誇示するかのように世界各国に売り込みをかけています。しかしここに来てブラジルで行われた臨床試験において中国製のワクチンの有効率が非常に低いということが一つ話題になっています。今回はそのことと中国の進めているワクチン外交についての話を見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。中国シノバックのコロナワクチン有効率 50% 超ブラジル臨床試験。中国のシノバックバイオテックが開発した新型コロナウイルスワクチンはブラジルでの臨床試験で 50% を超える有効率を示したが、同社の要請で研究者側は公表を遅らせていた。有効率 50% はアメリカ当局が定めたコロナワクチン緊急使用許可の最低基準。アメリカモデルナとアメリカファイザーがそれぞれ開発したメッセンジャー RNA ワクチンは大規模な臨床試験で 90% を大きく上回る有効率を達成した。ブラジルで行われたシノバック製ワクチンの後期臨床試験には約1万3000人が参加。同ワクチンは安全で効果的であることが示されたとブダンタン研究所とサンパウロ州は説明し、契約合意に従い中国で徹底検証がなされるまで情報を広めないよう要請されたことを明らかにした。同州のゴリンスタイン保健長官は記者会見で、目標は有効率 50% 超だった。ワクチンが少なくともこの目標を達したことは朗報だと述べた。研究者らによると、現地時間22日午後9時頃に中国側が発表を遅らせるよう求めてきた。シノバックはインドネシアとトルコでも臨床試験を実施している。ブラジルで行われた臨床試験で有効率 50% を超えたということを報じられると、これを受けて他の国で問題視する声が上がりました。中国シノバック新型コロナワクチン効果はわずか 50%。フィリピンで購入反対意見拡散。中国の製薬会社シノバックが開発した新型コロナウイルス感染症ワクチンの購入計画を明らかにしたフィリピンで購入反対の声が出ている。25日のラップラーなどフィリピン現地のメディアによると、政府のシノバックワクチン購入計画と関連し、与野党国会議員が反対の意思を表明している。上院のフアン与党代表とフランクリン野党代表の両方反対声明を発表した。彼らはシノバックワクチンは新型コロナウイルスの予防効果が 50% に過ぎないというブラジルの研究結果を根拠に掲げている。これに先立ち23日、ブラジルサンパウロ州の政府傘下のブタンタン研究所は、シノバックワクチン3層臨床試験データを分析した結果、50% 以上の予防効果を見せたと明らかにした。このような分析結果にフィリピンの与野党議員がワクチン購入に反対したのだ。わずか 50% の予防効果しかないワクチンを確保しようとする計画は受け入れられない。ワクチン接種後にも新型コロナウイルスにかかる可能性が50対50というのはおかしいことだと反対意見が出ている。これに先立ち、フィリピンは中国シノバックから来年3月までに接種2500万回分のワクチンを購入する計画だと発表した。フィリピン政府はシノバックだけでなく、ファイザーとモデルナ、アストラゼネカなど複数の製薬会社にも接触している。しかし、フィリピン政府のシノバックワクチン購入に反対する声が出てきたことで、政府の購入計画に支障をきたす恐れがある。ブラジルにおける臨床試験によって、中国製のワクチンの有効率は50% 程度だろうという結果が出てきました。現地ブラジルにおいては、50% というのは最低基準を満たしているし、ワクチンとして使い物になるだろうという判断を下しているようです。しかし、これは明らかに欧米メーカーの示している有効性との差があります。アメリカのファイザーやモデルナだと 90% 以上、イギリスのアストラゼネカでも 70% 台半ば、そして使い方によっては 90% を超えるということも言われており、それに比べて有効率 50% というのはまさに効くか効かないかは半分半分といったようなところで、
ワクチンとしての信頼性についても不安なことも考えると、果たしてお金を出してまで使うものかというような疑問を持ちます。そして記事の中でも指摘されているように、データを精査するから発表を遅らせてくれと中国側が釘を刺していたところもかなり気になります。中国側としてはそれこそ臨床試験の結果について何かしら小細工を入れて有効率を高めようとしているのではないか。そういった疑問も浮かぶわけです。一方でこうした中国製のワクチンは世界各国へと売り込みが行われています。なぜならば欧米メーカーの作るワクチンというものもその生産については無限大ではありませんから、そもそも契約を先にした国に対しての供給というものを優先することとなります。世界中に一気に配布するのは無理ですから、どうしても欧米メーカーから買うことが難しい国というものはあります。お金の問題もあります。そういった国々に対して中国やロシアが積極的に我が国で開発されたワクチンを買ってくださいという話をするわけです。しかもこの買ってくださいというのはどちらかというと、欧米メーカーが売ってくれないけれど、私たちの国だったらあなた方が困っている時にワクチンを供給できますよという政治的外交的ないわゆる恩を売っている部分もあるのです。今回ブラジルにおける臨床試験では 50% 超の有効率というデータが出てきたわけですが、中東で行われている臨床試験においては 80% 台という結果も出していますし、また最新のニュースなどではトルコでは有効率は 50% どころか 90% を超えているという臨床試験の結果なども出ていました。ただこういった有効率がこんなにバラバラというのも、かえってワクチンの品質に大きなばらつきがあるのではないかという疑問をもたらすこととなり、決して良いニュースのようには思いません。中国が作っているワクチンというものは有効率がこんなにバラバラだということをもっと問題視すべきでしょう。それこそ副反応といった問題もあるのですから、当たりを引けば有効だけれど、外れを引いたらひどい副反応が出てくるというような、そういった粗悪品が一体どれだけ混じっているんだろうという恐怖感を持たせることにつながります。こういったこともあって、フィリピンでは中国製のワクチンを買うことどうなのこれという意見が出てきたわけです。先ほども述べてきたように、ワクチンというものは必ず副反応という問題があります。しかし、副反応というリスクを負ってでもワクチンを打った方がいいということがあるからこそ、全体としてはみんなでワクチンを打ちましょうという話になるわけです。それが有効率が非常に低いのであれば、それこそ副反応の方をクローズアップせざるを得なくなるでしょう。また中国製ワクチンについて言えば、まだまだ問題はあります。それは中国本土における臨床試験などは終わっておらず、このワクチンについての正式な使用許可などは出ていないということです。なぜならば中国共産党は中国本土においては新型コロナウイルスの患者というものは今はほとんどいないか、もしくは全くいないという姿勢をとっているからです。そのために中国国内においては新型コロナウイルスがないという前提ですから、ワクチンの臨床試験なども進めることができません。ですから中国国内における使用許可などは出ていないのです。当然のことながら中国製ワクチンというものを中国共産党の党員たちもほとんど使っていないのではないかと思います。緊急使用許可として医療従事者に対してこの中国製ワクチンを打っているよというニュースなどは見ますが、これらなどは中国の政治のことを考えるとほとんど強制的に彼らに打って彼らに打つことによって副反応が出ているかどうかといったデータ取りなども一緒にしているのではないかという疑問を私は持ってしまいます。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして次の動画でもまたお目にかかりましょう。またね。